んにちは、うるぽろです。今回は着物初心者がぶち当たる壁についてお話ししたいと思います。皆さん、リサイクル着物ライフ楽しんでますか？ということで、今回は私がリサイクル着物を始めて今に至るまでぶち当たってきた壁であったりとか、リアルな困りごとに関してお話をしたいと思います。私のチャンネルでは着物ライフがもっと楽しくなる情報をお届けしています。着物が好きな方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。1、まずは着物がどこに売ってるのかわからない問題。もうね、これね、皆さん絶対あると思うんですよ。私は今はね、お気に入りのリサイクルショップが近くにもありますし、あとはネットで買うお店であったりとか、メルカリだったらこの出品者さんがお気に入りだなっていうのがあって、もうね、今は着物を手に入れるのには何もね、困っていない状態なんですけれども、最初ってもうやっぱり呉服屋さん、着物屋さんでしか着物って買えないと思ってたので、以前私着物業界の闇の方でもちょっとお話ししたんですけれども、その着物って着物屋さんで買うものだって思ってたので、自分とジャンルの違う冷装系の着物屋さんを結構ね、巡ってたんですよ。だからね、その時もこの着物にどの帯合わせていいのかわからないから、お店の人に聞いたら教えてもらえるかもしれないみたいな感じで、自分の手持ちの着物を持ってうろついたりとかねしてたんですよ。めっちゃやばくないですか？もうかなり不審者な感じで、もうね、冷やかしもいいとこみたいな感じの状態でした。とにかくね、着物のことが知りたくて、着物を手に入れたくて、もうすっごい必死でした。2、店頭に並んでいる着物の生地や種類や着ていくシーンがわからない問題。基本的に着物屋さん、呉服屋さんで着物を買われる方って、店員さんが仕入れ先とかも全部分かってる状態で、生地とかも全部分かってる状態で販売されるので、買う側としたら全部知った状態で買える。この生地は証券でどういう時に着ていくもので、この着物だったらこの帯を合わせたらいいとか、この帯締め合わせたらいいとか、コーディネートまで多分全部詳しいお店だったら教えてもらえると思うんですけれども、リサイクル着物屋さんってもうとにかく大量に並んである着物の中から自分が好きな着物を見つけて、店員さんに1個ずつ聞くっていうスタイルなので、店員さん自体もすごくね、忙しかったり、他の方対応されたりとかしてると、やっぱ全部聞くわけにはいかないじゃないですか。なので、とにかく自分の目で見て、触って、着物の生地、もうこれは、これ一回証券って言われたから、この手触りが証券なんだとか、そういう感じの覚え方しかできないんですよ。リサイクル着物って、店員さんであっても、生地がわからないものとかもたくさんあるんですよ。なぜなら出所がわからないから、どういう流通経路を通ってここに来たのかっていうのも、わからない状態なので、もう皆さんがこの生地の手触りであったりとか、この織りの雰囲気であったりとかを見て、多分これはこういう着物だよねっていう状態なので、確実に 100% もう知識が、これはこの着物はこういうのだから、もうこれっていうのがもう全部わかるわけじゃないので、自分でもう見て触ってでしか覚えられないので、すっごいね、難しいんですよ。なんで本とかに載ってるじゃないですか。この着物の生地がとか格がとか。でも本に載ってるのってその生地のアップまで見ることはできないですし、やっぱ触らないと、触って着てみないと着物って、これが証券なんだとか、やっぱこれはポリエステルやっていうのはわからないので、そこを見分けるようになるまでがすっごく難しいんですよ。もうね、私はね、もう未だに全然もうわからないものがたくさんあります。なので、できるだけ店員さん、今いいかなみたいな感じで探して、この店員さんにこの着物は生地なんですかとか、どういう時に着たらいいですかねとかってもじもじしながら聞いています。3、わからないことを誰に聞いていいのかわからない問題。家族とかね、友達がすでに着物を始めていて、教えてくれる人が周りにいる環境っていうのはね、最初はすっごく恵まれてるんですよ。で、私の場合は、家族も別に着物好きではないですし、お友達も着物が好きな子はいるんですけれども、私滋賀県民でお友達京都の子とかだったりするので、なかなか会いに行けないじゃないですか。なので、この着物ってね、いつ着たらいいんだろうとか、そういうのも聞く人が身近にいないので、もうとにかくもう自分で勉強するしかなかった。なんでもう身近にね、着物トークできるね、お友達が欲しいなって思うんですけれども、でこういうご時世柄、もうなかなかお友達にも会うこともできないですし、もうとにかく一人で、もう勉強するしかない、もう記事をね、ルーペでアップにしてみたりとか、そういうことをして勉強しています。
4、着物を洗うのかどうか問題。これもね、着物を始められた方の中ですごくね、困ってる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私も最初すっごいね、悩んでました。もともと私は古着とかも10代の頃すっごい好きで古着屋さん巡りとかして、その人のお下がりのものを着るっていうことに関しては別に抵抗はなかったんですよ。なんか西洋のこのアンティークのワンピースとか買ってみたりとか、そういうことをして楽しんでたんですけれども、そういうのもね、自宅で普通に洗えるので気持ちよく着られる。だからね、古着自体は別に抵抗はないんですけれども、着物ってなんか洗っちゃいけないっていうのがあるじゃないですか。初心者の段階で着物洗っちゃいけないって言われたら、じゃあどうするのって思いますよね。今、洋服文化で生きてる身としては、一回着たら洗うっていうサイクルなので、着たものを洗わないっていうのはどういうことみたいな。じゃあどうすんのってなるんですよ。なので、この買ってきた着物に対しても、洗いたいってなるんですよね。だって誰が着てるかわからないものを一回何も洗ったりせずに着るっていうのってやっぱ抵抗がね、最初すっごいありました。ただ今はその着物も洗うのか洗わないのかっていうさじ加減ってもう結構ね、目が慣れていて、その着物買いに行くじゃないですか。着物買いに行って状態を見て、これは1回ぐらいしか着られてないなとか、1、2回ぐらい着て、切りダンスにすっごい大事にしまわれてたんだなとか、これはもう結構着倒してるとか、あんまり着てなかったとしても、古い倉庫の中であんまり保管状態がいいわけではない、ちょっとカビ臭い感じの倉庫とかで保管されてたんじゃないかなっていうのも匂いを嗅いでみたりとか、見た感じとか胴裏を見たりとかして見分けられるようになったので、多分きりダンスにすっごい大事にしまわれて 1,2 回しか着てない、1、2回着てもうクリーニング出してみたいなのはもうそのままもう着る。そのまま着るって言っても一応家に帰ってきて陰干しするんですよ。陰干しして風を通して一応匂いを取ったりとか、そういうのはするんですけれども、もうそれだけで気にせずもうそのまま着ています。で、柄が気に入って、可愛いと思って興奮して買って帰って、その時は興奮してるからあまり匂い嗅いだりとかねしてなかった。家に帰ると結構匂いついてるみたいなものに関しては洗ってしまって、もうこういうね、小物作ったりとかリメイクをして楽しんでいます。5、前の持ち主の謎のカスタマイズがある問題。着物を始めた頃に何個かリサイクル着物を買ってみて悩まされたことの一つとして、この謎のカスタマイズがあって、どういうことってなる。大体着物ってバチ襟とか広襟とかもあると思うんですけれども、例えばね、私が買ったこのリサイクル着物の一つにこういうね、飛び柄のコモンの着物があるんですけれども、これね、以前の動画でも結構出てるのでご覧になられた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はこの着物ね、この襟の裏が襟がね、こんな感じで内側に変な感じに縫われてるんですよ。わかりますかね。ほら、普通広襟だったらここが広がってて、ここもね全部オレンジの面が全部見えてるはずなんですけれども、黄色この面が全部になってるはずなんですけど、この広襟の部分がバチ襟状態に勝手にされてるんですよ。普通に着てる分には広襟の着物って感じはするんですけれども、この着る時になったらね、何これってなって、ここがねもう本当に縫われちゃってる。広襟だったのに、多分前使われてた方が広襟にしてると折る手間があるじゃないですか。で普段着るんだったらバチ襟の方がやっぱり楽なのでもう縫っちゃえみたいな感じで多分縫われたと思うんですけれども、そういうのって教科書的なもの、そういう書籍には載ってないので、何これってなるんですよ。そういうものに関してはこの間ね、私大好きな着物沼の地蔵さんって方がいらっしゃるんですけれども、その方がお下がり沼っていう動画を出されていて、そのお下がりでもらった着物、それもすっごいたくさんのカスタマイズがされていて、もうね、ぜひともね、それもね、見てほしいので、もう動画の URL をここに勝手に貼らせていただきますので、よろしければそちらの方に流れてください。はい、以上、リサイクル着物民がぶち当たる壁についてお話をしました。5つもね、問題がありました。
他にもリサイクル着物を始めてみて、こういうところに困ってるっていうことがありましたら、ぜひともコメント欄に書いてください。私で答えられそうなことがあればお答えしたいと思っています。答えられなかったらごめんなさい。あ、そうだそうだ。なんと、この度、チャンネル登録者さんが500人を超えました。イエーイイエーイって感じなんですけど、すごくびっくりしてます。私みたいな着付け講師でも何でもない人間に対して500人の方が見てくださってるっていうのはもうすっごくありがたいことです。もういつもご視聴くださる皆さん、コメントくださる皆さん、本当にありがとうございます。支えられています。何回か私の動画を見てくださってはいるんですけれども、まだチャンネル登録してなかったわって方がいらっしゃったら、ぜひともこの機会にチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。